ディスクシステム版ゼルダの伝説。まずはこのタイトル画面の曲のループ部分をお聴きください。このように曲のループ部分で少しこけるように頭の音が2回鳴っています。実はこれはディスクシステム版ゼルダの伝説のバージョン 1.1 以降と言われるバージョンで発生する現象で、よりレアな初期バージョンとなるバージョン 1.0 では音がこけない代わりに音と映像がどんどんとずれていきます。映像が20周目ともなるとこれくらいずれてきます。これがバージョン 1.1 以降では映像と音が同期するように修正されているのですが、完全に同期させることが難しかったのか、まず映像が次のループに入る直前に音が先行して次のループに入り、その直後に映像が次のループに入った瞬間に改めて音を頭から再生する処理が施されているようで、スローで確認すると映像が表示される瞬間に音が曲の頭に戻っていることがわかります。ちなみに後に発売されたロムカートリッジ版ゼルダの伝説1では音がこけることなくスムーズに同期できているようです。この動画の最後ではバージョン 1.0 とバージョン 1.1 を並べて比較したものもありますので、そちらもご覧ください。またバージョンの呼び方は公式のものではないため、この動画では便宜的に映像と音のズレが発生するものをバージョン 1.0、 それ以外のものをバージョン 1.1 と呼ぶことにします。ちなみにネスバンドで演奏する際にはどちら準拠とするのかを検討しましたが、より多く出回っていることと僕の記憶の中のものがそうであったことからバージョン 1.1 準拠で演奏しています。バージョン 1.0 とバージョン 1.1 の違いはこれ以外にも、むしろこれがメインの修正と思われますが、ここにあるハートの器、本来ははしごというアイテムで取るものなのですが、バージョン 1.0 ではアイテムの笛を使うことで複数回取れてしまうという現象がありまして、バージョン 1.1 以降では笛では取れないように修正されています。ちなみにこのアイテムの名称はタイトル画面では命の器、説明書ではハートの水筒と記載されており、その後のシリーズではハートの器と呼ばれているようです。今回の検証では4回目になると竜巻に乗った瞬間にハートの器が消えてしまい取れませんでした。これ以降は途中でリセットするなども試しましたが、状況は同じで笛では取れませんでした。この仕様についてはよくわかりません。当時のゲーム雑誌によると、この裏技が使えるバージョンは初期出荷分の10万本とのことで、ディスクシステム版ゼルダの伝説は169万本売れたらしいので、単純計算だと市場に出回っている約17分の1の答えがバージョン 1.0 になるのかなと思います。この動画を作るにあたり、バージョン 1.0 は10万本も出回っているとされるのであれば、入手するのはそれほど難しくはないだろうと甘く見ていたのですが、入手までにはいろいろとつまずきました。これがゼルダの伝説バージョン 1.0 ガチャの当たりと外れの結果です。まず僕はディスクシステム版ゼルダの伝説はもともと2個持っていて、僕が子供の頃にプレイしていた答えはバージョン 1.1、 その後に購入したもう一つもバージョン 1.1 でした。バージョン 1.0 の見分け方をネットで調べたところ、説明書の表紙のディスクシステムの文字が前期版は黄色、後期版は白ということで、確かにもともと持っていたものは白かったので、この時点ではそれ以上はあまり調べずに購入したものがこちら、バージョン 1.1 でした。さらに調べたら初期版はジャケット裏の表記が1985任天堂になっているとのことで、確かにここまでに入手したものは全て1986表記だったため、1985表記のものを探して購入したものがこちら、バージョン 1.1 でした。その後もう1個1985表記のものを探して購入したものがこちら、バージョン 1.1 でした。だんだんと心が折れそうになりましたが、中古品はケースとカード本体とが一致していないケースもありそうなことから、より信頼できるのはカードそのものだと、カードに記載されているこの文字列が何か手がかりになるのではと調べてみました。どうやらこの紙4桁はこのカードの製造日あるいは著作権に関する日付を示しているらしく、1桁目は A であれば1月、E であれば5月というように月を、3桁目は01であれば1日、15であれば15日というように日を、4桁目は6であれば1986年、8であれば1988年というように年を示しているとのことで、例えば紙4桁が J306 であれば1986年10月30日、K195 であれば1985年11月19日といった感じですね。
ちなみにディスクシステム本体とゼルダの伝説は同時発売で、その発売日は1986年2月21日です。下3桁についてははっきりしたことは解明されておらず、製造・刻印された場所や機械の番号なのではないかと推測されているようです。単純に考えればこの上4桁の日付が古い方がバージョン 1.0 である可能性が高いと思うものの、ここまでに入手したものには K305、K195、K145 といった発売前の1985年表記のものでもバージョン 1.1 だったことで読めなくなってきました。ここでネット上で見かけたバージョン 1.0 とされる個体のカードの写真をよく見たら L095K28 というものがあり、これは日付的には1985年12月9日となるため、すでに持っている1985年11月表記のものより新しくはなるものの、これは手がかりになるのではとネット上で探せる中古在庫からこの文字列を探しました。すると2025年1月18日時点でハードオフの在庫でいくつか全く同じ文字列のものが見つかり、まずはこちら L095K28、 取扱店舗は新潟県。ここまでのガチャ失敗体験からできれば実物を確認したいというところで郵送購入は一旦保留とし、もう一つの在庫 L095K28、 取扱店舗は神奈川県大和市。これは行ける範囲だと実際に行ってきました。まずは店内で実物を確認させていただいたところ、ジャケットの表記など外見でわかる範囲では初期バージョンに該当していました。店員さんに事情を相談してみたところ、なんと店員さんも興味があるとのことで、その場で動作確認を行っていただけることになり、店員さんと一緒にタイトルデモのループ部分を凝視。無事映像と音がずれるバージョン 1.0 であることが分かり、即購入を決定しました。ハードオフ様ご協力いただき誠にありがとうございました。ということで、カードに記載されている L095K28 というものがバージョン 1.0 であった実例ができましたが、この文字列が必ずしも該当するかは分かりませんので、その点はご了承ください。外見のバージョンをまとめると、説明書の表紙のディスクシステムの文字の色が前期版は黄色、後期版は白という違い、説明書の印刷数の違い、説明書の裏表紙のバーコードの有無、ジャケット裏の西暦の違い、保護ケースの注意書きが後期では増えているという違い、また所持はしていませんがタイトルラベルのファミリーコンピュータディスクシステムの文字が後期のものでは白地になっているようです。ジャケット裏の表記は確認したところでは3種類が存在しており、それぞれ1985表記のもの、1986表記のもの、1986表記で注意書きが増えているものです。またよく見ると1985表記のものはディスクのイラストのこの部分に丸が3つあるという違いもあります。オークション写真などでこのように西暦表記部分が隠れていてもカードのイラスト部分で判別することもできます。ただこの丸3つがあれば必ず1985表記なのかどうかは分かりません。それでは最後にバージョン 1.0 とバージョン 1.1 のタイトルデモを並べて比較したいと思います。ニューファミコンとディスクシステムの実機を用いて収録しました。ちなみにディスクシステム音源はファミコンやツインファミコンの製造時期によるバージョンの違いで、ファミコン本体音源との音量バランスに違いがあり、こちらは割と好きな音量バランスであるニューファミコンを使用したものになります。